はい。皆さんどうもこんにちは。コドルです。本日はですね、待ちに待った。もう待ちに待たせすぎても古戦場1週間前という、すげえハードスケジュールの中で、この対談を取ることになってしまったんですが、いよいよね、水属性の大注目武器、フレズベルグに対しての専用対談となっております。はい。ということでね、本日はフレズベルグ愛好家会長の、トマジさんに、来ていただきました。はい。本日はよろしくお願いします。はーい。おいらは芋煮会見、フレズベルク愛好家のトマジです。よろしくお願いします。急な無茶ぶりに対応していただきありがとうございます。いやー、まあ待ってたからな。いつやるんだって思ってたもん。いや、もうちょい本当は早くやりたかったけど、まあ、でもね、できなくならなくてよかったわ。なんかね、前回の風属性やってた時は、俺がコロナウイルスにかかった影響で、セイウチさんとの、ロムフェア対談ぶっ飛んだから、はい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 。はい、もう前科持ちだから、もうそうならなくてよかったとね、もう常々思ってるわ。まあ俺12月から待ってたからさ、実を言うと。12月ルミナス武器実装12月後半じゃなかったっけ？そこから待ってたってことやばくない？いやもうね、だいぶ待ってたわ。はい。まあ、ということで、フレズベルグがめちゃめちゃ強いっていうところは、もう結構なんか周知の事実だと思うんですけど、まあ、この古戦場に向けてフレズベルグについて取ったはいいものの、どうしたらいいんじゃいみたいな、そういう風なところで結構迷ってる方とか、まだ結論を見つけられてない方とかも結構多いと思うんですよね。まあ、なので、今ここにちょっと今日話す内容のお品書き書いてると思うんですが、まあ、フレズベルグを取って、まあ、具体的にどういうことができるのかっていう風なところから始まり、古戦場の実際のムーブとかね、そういったところまで詳しく、対談で話していけたらいいなというふうに思っております。まあ、早速ね、じゃあ対談に入っていきましょう。はーい。はい。ということでね、本日はもうこのフレズベルグ、これについてもうなんか語り尽くすみたいな対談内容になると思うんですが、まあ一番最初にね、まあフレズベルグ取ったばっかりとか、これから取ろうかどうか検討しているっていう風な方に向けて、そもそもこの武器の評価っていう風なところをちょっと最初に聞いていきますか。はーい。まあ、フレズベルク。まあ、とりあえず最強武器となってますね。何なんだって話なんだけど、まあ、どこが強いか。まあ、とりあえず、通常攻撃1回ごとに、ダンだけ4ヒット。よくわからない。もう強すぎるよね。どう考えたって。まあ、巷で言う、ポセイドンとか、1回の攻撃、ランタゲ3ヒットのキャラ。もうそれ1個超えちゃってるよ。もう実数は無理です。通常攻撃で何もポチを押さず勝手に出しちゃう。まあ、強いよね。まあ、息を吸うようにするからね、それを。だからデメリット、まあここで通常攻撃、奥義ゲージが上昇しないとか書いてるけども、誤差誤差。別に奥義打たないからね。なんなら、通常攻撃の余ダメージアップっていうのも持ってるおかげで、まあまあ、これもとても強い。まあ、これが一つあって、まあまあまあ、一回攻撃に、水属性追撃効果っていうのもあるんだけど、まあまあまあ、これ、あれね、シングルアタックの時に追撃効果、結構高いんだっけかな ?8 割ぐらいあるんだっけかな。第3スキル。水属性キャラの余ダメージ上昇、ダメージ上限上昇、連続攻撃確率 100% ダウン。まあ、これがメリットとデメリットが同時に存在しているスキルなんだよね。まあ、第一スキルも奥義ゲージが上昇しないっていうデメリットもあったけど、これは些細だったんだけど、このメリットとして余ダメージ上昇。これは10万。薬状武器が1本5万なんだけど、この武器はルミナス1本で薬状武器2本分の価値があります。ダメージ上限枠。普通のダメージ上限枠ね。あれだね、邪枠ってやつだよね、要するに。そうそうそう。邪枠を 10% あります。1本の武器に全てが詰まってるね。薬状武器を全て詰め込んだみたいな武器。で、そこに、デメリットとして、この連続攻撃確率 100% ダウンっていうのが、追加で入ってると。これが完全なデメリットだね。シングルアタックしかしませんよ。その普通だったらね。なんだけど、水属性、必ず TA とか書いてるキャラ多すぎるんだよね。そうなんだよね。まあ主人公だったら、デュアルインパルスとか、そういう風な、必ず PA させる方法っていうのはいくらでもあって、必ず系統、必ず何々っていう系統は、この連続攻撃確率ダウンっていうところは、無視して絶対に、連撃をするっていう効果なんで、まあこれを打ち消せると。これはね、自分だけじゃなくて、自分の、例えばルシオだったり、シャトラだったり、ゼタだったり、ポセイドンだったり、全部に効くんだけど、それを関係なく上書きしちゃう効果が多いんで、まあ実質合ってないようなもん。いや、まあ正直ね、なんか自分も持って使ってるから、あれだけど、実際現存するルミナス武器の中では、まあ LSK 柄のティア1だとすれば、まあティア2、ないしもう、ティア 1.5 ぐらいあってもいいぐらいの武器だよね、正直。そうだね。やっぱり、この武器を所得してできること、まあ実際古戦場なんてもう言わずもがななんだけど、強場派でのヒヒホリ、メインコンテンツだよね。ヒヒホリとか。まあそうだね。フレーズのヒホリは強いな、本当に。ストイベのそこら辺のものを、フルファイヤーのみで全てを破壊するとか、スラ箱の、ワールドを4ターンで倒すとか、フルオートで。とか、結構ね、小回りの効く部分が結構あって、
なんだかんだ言いながら、日課としても強いし、まあ、古戦場とかこういうところでも強い。個人的にはエレシキガルと同じぐらい強いんじゃないかって思う場面はある。まあ、俺エレシキガル持ってないんだけど。そもそもの話。まあ、アルバハのノーマルで、一発火力を出すエレシキガルが強いのは確かなんだけど、それ以外だったら俺結構フレズベルクでなんとかなってること多いんだよね。まああれだよね。エレシキガルがないからこそフレズベルグで編成を考えるっていう風な機会が人より多いだろうからね。まあ逆に言うと、エレシキガルにできない高難易度での、ベリアルの一気にそれこそ 50% とか 60% とか一旦で削っちゃったり、バブとかも一旦で9円入って一旦で同じく 50% ぐらい削っちゃうわけよ。アルバハのハイレベルとか、まあそういう日課系統も一旦で倒せたりするんだよね、このフレズベルクがあると。っていう、日課を楽にできるし、強バハもできるし、古戦場もできる。もう最高の武器となってますね。確かにあれだね、エレシキガルとかではできない、まあ、光レリバとかが今までになってた、1ターンバーストみたいな、まあ、固定ムーブみたいな、そういうところができるっていうのは、結構他にないメリットだよね。一旦で最大火力を出すっていう時に、正直触れずに勝てるものなんて、まあ正直ほぼないんじゃないかな。いやー、まあそうかもしれんね。スパバハとかもそれでかなり最後飛ばして倒してるもんね。今のフレーズだったら、まあハーゼが来たおかげとかで、25、6% ぐらい準備したら削れるようになってるとか。いやー、やばすぎるな。いろいろポチとか増えるんだけど、ちょっと時間がかかってもいいんだったら、この武器以上に火力が種出てるっていうのはなかなかないんじゃないかな。まああれだな、なんか手動を快適にしたいとかっていう風になったら、フレズに勝る武器は本当に確かにないかもしれないレベルだね。そうだね。まあフルオートでは、どうしてもやっぱり連撃率ダウンっていうせいで使いにくいのは正直否めなくて、そういう意味ではっていうところはあるんだけど、手動するんだったらこの武器っていうのは、まあ楽しい武器っていう感じのイメージだね。一個だけね、結構なんか疑問に思ってる人が多そうだから、ちょっと一個だけ聞きたいところがあるんだけど、はいはい。フレズベルグ149レベル止めってよく聞くと思うんだけど、そこについてちょっと意見もらったりしてもいいかな。はい、OK。フレズベルク149度目が何が利点かというと、この第3スキルがつかないっていうのが利点なんだよね。なんで利点になるかっていうと、まあ言ってしまえば連続攻撃 100% ダウン。これが邪魔じゃないかと。このランタゲ4ヒットで、これが強いんだから、フレズベルク、149度目にして、連撃をちゃんとさせるようにすれば、他キャラも全員連撃してトータル強いんじゃないかって話があるから149度目っていう話が出てきたんだよね。まあ現状、薬状が結局来てません。まだ。ナイダリア、入れるしかないです。この4ダメージをフォローするには。で、やっぱり4ヒットっていう関係上で、やっぱり4ダメを入れないという選択肢はないです。まあ S なり補填するとかもあるんだけど、一発目から相手の攻撃を食らわせてくれる。こっちがガーンって、ダメージを食らうなんていうのは無限ぐらいしかないわけだよね。150が4ダメージもつくし、ダメージ上限もつくし、これ薬状2本、圧縮したような武器だって言ってたんだけど、言ってしまえば、150にしなければ、薬状がさらに2本入れなければいけない武器になっちゃうんだよね。だから1本で済んでた武器が3本になっちゃうんだよね。内包してる火力っていうのがどうしても少なくなっちゃって、ランタゲ4ヒットするだけの武器になっちゃうんだよね。そう考えると、俺はあんまり強くないって思ってるから、俺は150が安定だと思ってます。まあなんかそもそも薬状が来る前提で進んでたみたいなところが結構あって、なんか149度目っていう風なところが結構一人歩きしてて、よくわかんない人も本当に上げていいんかみたいな疑問に思ってる子も結構聞いてたんだけど、今からフレズビルグ取って薬状がそもそも来てない状態でそれを想定するっていう風なことが現状もう不可能だから、まあなんかそもそも薬状が来たとしても150の方がいいんじゃないかみたいな考え方が結構先行してたんだけど、まあそもそも薬状来てないから150にするしかないよねみたいな状況ってことだね、今は。まあ考える意味もないし、現状薬状が来ても俺は150の方が強いと思ってるから。まあでも俺もなんかいろいろやってみたけど、個人的に俺もそうかな。やっぱ武器役3本になるのでかすぎるよね、本当に。後々いろんな編成見てもらうことになるんだけど、どこに入れるねんってなるから。いやそうだね。うん。OK。じゃあ、まあこの辺の詳しい編成とか武器の構築については、まあ後で実際のムーブっていう風なところで見せてもらうと思うんで、そちらで具体的に説明していきましょう。はーい。で、それでは、まあ、実際にこれからフレズベルグの編成とかをちょっと解説してもらう前に、まあ、ルミナス武器を取ることによって、なんか評価が大きく変わるものとかが出てくると思うんですよ。まあ、それについてちょっと話を聞いていこうかなっていうふうに思います。まあ、あれだね。まだフレズベルグに対しての理解を深めるゾーンだね、ここは。まあ、大きく3つですね。ジョブ、キャラ、武器。まあ、この辺で、フレズベルグを取ることによって、まあ、なんか大きく評価が変わるものとかあったら、解説してもらうと嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はーい。まあ、フレズベルク、武器種10です。ってことは10ジョブです。
まずクラス4からいきましょうか。義族、あとレリックバスターか。で、クラス5で言えば、キング。で、エクストラ2の、ソルジャーです。この、4つかな ?4 つがもうメインで使うところになるかな、おそらく。実際のところ、義族とキングに関しては正直同じような使い方だったりとかするんだけど、例えば、義族だった場合は、このブレアサを使ってね、一気に飛ばしたりするっていう動きがあって、基本的にはこれはフルオートで使ったりすることが多いかな。リアルインパルスを使って、無理やり TA 確定にして、で、追撃つけて、ブレアサで吹き飛ばすっていうのが、まあ、よくある95のフルオートとかで使ったりする編成になるのかな。まあ、このドコアサで、フルオートで火力を出すっていう場合は、義族。で、キングの場合は、マントゥーデュルワみたいな。基本的には、これは使いません。なぜかというと、主人公が強いから。さっき義族の画面でやってたんだけど、このアペリティフっていうものがあります。これを使うと、3ターン後にドコアサしながら、かつ、ダメアビをして、追撃をつけるっていう、結構強いアビリティで、正直古戦場だと、3ターン後に、主人公が TA を確定する状態っていうのが難しくて、例えば砂箱とか、TA をもうなんかものすごい上げれる、コンテンツがあったりすると。同本とかでね。そう。そういう時は100%、肩バブと、同本と、今だったら、シュレディンガー入れて、レイジの部分で連撃一気に持ってあげて、どうにかこうにか、TA 確定にしますと。で、デッドリエイムとか使って、これ 40% ぐらい上がるんで、TA 確率。っていう風な感じをして、無理やり TA 上げて、あとね、パルフェムタールだったっけかな。この攻撃性能かどれか忘れたけどね、これも連撃上がったりするんですよ。なるほど。パルフェタムールのこの攻撃性のアップの中に、トレハンレベルかける 5% みたいな感じになってるみたいだね、これは。ナイフロワイヤルとかそういうので TA 確定させるんじゃなくて、そもそも連撃率を上げつつ TA 確定させる方法もあるってことか。そう。まあ、これ砂箱限定だけどな。斬新。そう考えるとシュレディンガーめっちゃ強いね。この編成が、まあ、ワールド4ターン編成の動きを、やるために必要だったりするっていう動きもできたりします。ここら辺が基本的にはフルオート用かな。ここから、手動になります。ここで、レリックバスター。フレズベルクは、凄まじく主人公の火力が高いですと。で、そうなった場合、ブリッツレイドするがもうただただ強いですと。まあ、こんな感じで、主人公をどれだけ強くするかっていうのが、フレズベルクの強みなんで、何回もブリッツレイドで動かせれるっていう、この、まあ、これを使うことによって、何回もフレズベルクの強みを相手に叩きつける。例えば、無限だったりとか、ベリアルだったりとか、まあ、それ以外でも敵の攻撃を一回かばったりとか何でもいいんだけど、一回攻撃を食らって、ブリッツレイドを3回打って、その後オーナメントマニアで1アビ上げて、ブリッツレイド3回打って、で、そっからね、エリカの1アビ使ってさらに攻撃して、で、黒キリン使ってもう一回3回打ってみたいな。まあ、高難易度でね、こういう特定のムーブをしたりとか、まあ、古戦場でももちろんだけど、やっぱり強いなって思うね。これがレリックバスター。で、最後、ソルジャーです。外見がね、もうソルジャー使ってる人は今これだもんね。そうだね。実際。ソルジャーは怪獣スキンっていう。いや、そう、ソルジャーは怪獣スキンなんだよね。そう。ソルジャー。フレズベルクを持つ上で、ソルジャーはもう外せないね。一番強いジョブと言っても過言ではないと思う。1アビ。3ラウンドバースト。もう必ず TA って書いてるのもちょっとよくわかんないんだけど。いや、そう、ここでかいよね。TA 率アップじゃないんだよね、3ラウンドバースト。必ず TA だからめちゃめちゃ相性いいっていう。そう。まあ、注意点としては、ルシオの3アビを上書きしちゃうっていうのがデメリットではあるんだけど、でもこの通常攻撃のよだめアップっていうね、これも強いし、そこにフルファイヤー。まあ、最強アビリティだね。まあ、ブリッツレイドを2回撃ちます。なんか一発ポーンって撃った瞬間になんか6000万ぐらい出るみたいな技、アビリティだね。2プラトンみたいな感じで、気軽に使えていく最強アビリティ。ソルジャーはバレットを消費して殴るっていう関係上、でバレットを使い切ると、一回リロードを挟まなければいけません。すごい使いづらかった。まあ、それを、このアムニションベルトっていうよくわかんないアビリティがやってきたわけですよ。これだ、まずコアレアビリティだね。コアレアビリティだね。俺が祈ったらやってきたアビリティだね。まあ、これが来たおかげで、3ターンの間、リロード必要ないです。じゃあ、ソルジャーの方がやっぱり結局強いんですよ。まあ、外せない要素っていうのがバレットっていうものになりますね。ソルジャーはバレットを使うからこそ最強ジョブ、フレーズを使う上では最強ジョブとなっております。フレズベルク、なんとこのライフル弾っていうものを、6発詰めれます。いや、これがね、イカれてるね。ライフル弾で何があるかっていうと、このエンドモデルっていうのがあるんですよ。ダメージ上限突破弾って書いてますね。これね、ダメージ上限 50% 上がるんですよ。これ 50%。穴ゲンネスも。で、これなぜかジェネスノバだけ 100%。で、この威力っていうのがあるじゃないですか。この100っていうものが、
主人公が普通の攻撃を出しますと。100が1ってことね、要するに。だから50だったら、0.5 になっちゃう。で、威力200です、これは。もうこの時点で、倍ダメージが出ます。250、2.5 倍、300、3倍。よくわかんないでしょ。おー、でもそう考えるとあれだね、バブ玉とベリ玉って結構威力に差あるね、こう見ると。そうなんだよね。だから、この、ケイオスレギオン、アナゲンレース、どっち作るか問題っていうのがいっぱいあったからね。実際のところ。まあ、ケイオスレギオンは、まあ、低確率、20% の確率で、バブル召喚の効果を発動しますと。超強いよね。まあでもその低確率が確か 20% だったよね、これね。そうだね。20% の確率で。で、アナゲンレース。これはメリットとデメリットが存在している謀略の果実効果っていうね。まああれだね、まあ馴染み深いもので言うと、ベリアル、HL の3ターンごとに増やされるリンゴみたいな感じか、あれ。そうだね。まあ、低確率で付与される。で、ジェネシスノバは無属性ダメージ、100万ボーンって与えます。で、ダメージ上限も 100% なんで、すごい強いです。威力も300最大。なんだけど、バレットを全て消費するんで、まあ、実質1本しか入れれませんっていうバレットになってますね。なんで、まあ逆に言うとね、一番最後に詰めれば、バレットを全て消費も関係ないし、逆に言うと、一発目に入れれば、主人公は絶対シングルアタックだけしかしないっていうこともできるんで、結構使い勝手がいいくて、そしてかつ強いっていう。基本的には、この、エンドモデル、経由制御かアナゲンレースを5本入れて、ジェネシスの場を最後に一発進めるっていうのが一番安定の使い方となってます。まあ、ということで、ソルジャーは他のジョブよりもダメージ上限が 50% ぐらい高くて、攻撃すると追加効果発動するっていう、もうそういう、なんかイカれたジョブになりました。このバレットのせいで。頭一つ、レリックバスターよりも、抜けてるっていう状態が今の現状かな。この4ジョブが基本的にフレズベルクを使う上では、使っていく、ジョブになるかな。うん、なるほど。じゃあ、まあちょうどこのバレットの話になったと思うんで、そうだなこのなんか、バブ玉、ベリ玉論争みたいなところがちょっとあったと思うんだけど、もう半額終わったから作り終わってる人が結構多いと思うんだけど、まあ今回の対談はね、水子洗浄を視野でやるみたいな感じになってると思うんだけど、バブ玉とベリ玉って結局どっちの方が優先度高い？まあ、これめっちゃ難しいんよ。もう簡単に言えてしまえば、バブを召喚するんだったら、アナゲンネイス、ベリ玉。召喚しないんだったら、ケイオスレギオン。っていう風な感じで使い分けになるんだけど、例えば肉稼ぎ、まあフルファイヤのみ、みたいな感じで動きをしたりするんだったら、上振れ下振れっていうのを嫌っちゃうわけよね。だから威力が高い方のアナゲンネイスが優先して入ってきたりとか。基本的にはアナゲンネイスを使うことの方が多いです。古戦場だとベリ玉の方が優先度高いと。優先度は高いけど、やっぱり条件次第ではケイオスレギオンも使うこともあるし、なんならね、強バ派とかはね、ケイオスレギオンしか使わないんで、だからここら辺はね、結局使い分けっていうことになるかな。まあ、だからあれか、要するにどっちも作ってるが一番正ってことだね。まあしんどいけどね。まあ551っていう作るのが多分一番無難じゃないかなって思います。まあじゃああれか、具体的にどの編成でどういう弾を使うのかっていう風なところは、まあ編成見るときにちょっと実際に見せてもらいますか、ここも。で、次に、フレズベルグを取ったときに評価が変わるキャラっていう風なところを聞いていきますか。フレズベルクを持たない状態の、普通の今までの紙石、話してたじゃないですか。そうですね、前回の対談でキャラの評価についてはかなり語ったと思うんで。いろんなムーブ紹介したと思いますけど、毎回誰か一人を動かしてるんですよ。まあ、ワームレスを動かしたり、グミンを動かしたりしてました。今回一番強いキャラは誰ですかって話ですよ。まあ、主人公だよね。じゃあ、主人公たくさん動かしましょうよ。っていうことで、名を挙げてくるのが、シャトラです。クリスマスシャトラさんは、まあ、1アビっていうのはちょっとね、ルシオの3と被っちゃうから、ここら辺は使いにくいんだけど、もうそんなの関係なくて、もう、ただただ2アビが強い。ああ、弱いわけないよね、これね。弱いわけないよね。このシャトラ、再攻撃が付与されてる間、自分が必ず TA っていうところもフレーズとすごい相性が良くて、連撃率ももう何のその関係なしと。自身も2回行動を行うっていう状況もあるんで、ハーゼの弱火を使うと、攻撃行動を2回行うんで、絶対にハーゼの浴びダメが2回発動します。で、3浴び、このディスペルガード、この強化効果の無効化を防ぐ状態、消去負荷っていうのも、古戦場とはとても相性がいい。まあ、そうだよね。ディスペル問題あるからね、どうしても。これで回答を持ってるっていうのもすごいシャトラの強みではあるね。確かにそうだね。ルシオの3とか例えば、主人公にそのバフとかを集めまくったけど、それを消去されたら元も子もないから。絶対に主人公を守りきるという、このシャトラの信念が見えますね。主人公ガチ勢だからね、シャトラ。主人公ガチ勢だね。フレズベルグガチ勢でもあるかもしれない、水シャトラ。フレスベルク、それじゃガチ勢ですね。完全に。今回、大きく評価を上げたっていうのは実際シャトラです。実際それ以外のキャラ、
例えば他のキャラでも、一応、そのエリカだったり、ポセイドンだったり、アニラだったりとか、まあいろいろ併用したら強いキャラっていうのは実際いるんで、まあ言ってしまえば、グミンを動かしてた代わりに、主人公を動かすんで、もう一体、グミンの代わりに追撃枠を入れたりとか、もう一回動かせるキャラを入れたりっていう風な感じの、組み方になります、基本的には。いやー、でもなんかね、これシャトラについてはちょっと聞いておきたいんだけど、うちの団員とかでもいたんだけど、フレズベルグとりあえず取ってみたけど、シャトラ持ってない。リンクスチケット今あるんですけど、シャトラ絶対用意した方がいいですかみたいな。そういうところよく聞かれるんだけど、そこについてどう思う？シャトラは 100% 必須かって言われたら、まあ、いた方がいいけど、なくてもなんとかはなると思います。正直。まあなんかあれか別のキャラで代用するっていうかなんかやりくりするみたいな感じ？強馬派という観点においてはシャトラを超えるものは正直ないと思います。なんだけど、保全上っていう観点を考えると、シャトラじゃなくてもいいんじゃないかっていうのは正直あって、まあ、ハーゼが来たおかげで、ルシオ、エリカ、もうここら辺までがフロントに固定化されちゃって、なかなかシャトラ入れにくいんだよね。正直、まあ、今回自分が紹介するのはシャトラを使ってるムーブを紹介したりはするんですが、まあ、現状シャトラなしでも全然通ると思います、俺は。ただ、もちろん、その動き方を変えたりとかしなければいけないんだけど、まあ、実際行くんじゃないかなっていうのは正直思ってます。まあ、シャトラを使う上で大事なのは、どちらかというと、古典上においてはサービのディスペルガードの方が結構敵の攻撃によっては大切になる可能性が高いと思ってるから、ここら辺次第かなっていうのは正直あるかな。まあなんか今現状もクリスマス挟まないことが決定してるから、今持ってなかったらもう多分リンクス切る以外の選択肢がないと思うんだけど、温度感によるかもね。なんかフレズっていうかその金月150取ってルミナスわざわざ取ったのに、そこの欠損をした状態で古戦場行くのが、気持ちいいか気持ちよくないかっていう風なその人の判断にもよるかもしれないから。まあ正直、シャトラを取る取らないっていう話があるとするんだったら、ルシオを取った方がいいね。古戦場に関しては。あ、ルシオがいなかったらシャトラよりもってこと？水着ルシオは多分今回の古戦場で一番強いキャラなんで、まあグミンを動かすっていう話もそうだし、主人公を動かすっていうこともそうなんだけど、ルシオは1アビ2ア、3アビどっちも追撃を基地に盛れるっていうことも考えられるし、シャトラと3アビが被るっていう話をしたんですが、逆に言えば、シャトラと追撃被ってるから、シャトラは2アビの2回行動っていうのが、まあ基本的に火力のメインのところにしかならないんですよ。だから、そもそもルシオを採用しないという選択肢がなくて。まあ、必ず TA とかもあるしね。さっきの言った、この必ず TA っていうところが、もう、必須級になってきちゃってて、この2ターンの、で、まあ、かつなんか弱体耐性が上昇したりとか、もうなんか結構もろもろすごい大切なことばっか思ってて。なんで、正直、主人公ガチ勢は、ルシオです。主人公ガチで上回られちゃったわ、シャトラ。グリーンガチ勢のルシオであり、主人公ガチ勢のルシオでもある。なんかあれだね、なんか前回の対談でルシオはもうティア 1.5 とかなんかハーゼの次に大事ぐらいの話をしたと思うんだけど、フレズベルグを取ったことによって評価が大きく上がったわけではないけど、結局根幹として必須なことに変わりはないみたいな感じか。まあグリーンでもそうだったけど、強いキャラの追撃を上げるっていうのと、TA を確定させるっていうのは、このルシオ以外できない。だから、そういう意味では、シャトラを取って主人公を使うっていうのは実際強いんだけど、ルシオの3アビと1アビを付与した主人公を2回行動させるのが強いっていうのが意味合いなんで。だから、そもそもルシオがいる前提で、基本的に話が進んでいきます。なんで、ぜひとも、シャトラとルシオどっちかいない、どっちか悩んでるってことは、今回の古戦場楽しみたいんだったら、ぜひともルシオを取ることをお勧めしたい。ルシオがそもそも持ってなかったらルシオを取得するべきで、シャトラがいなかったらシャトラについてはちょっと悩みましょう。てか、むしろルシオがいない人のフリズベルグは大丈夫なの？それは。いや、どうしような。終わってんるな。どうしような。ルシオなしでこの対談見た人絶望してるかもしれない今。いや、そうなんよ。だから、まあ結構前からルシオ使いますよっていうことは多くて、実際、自分の配信とかでもルシオ取っとけって言ってることは多くて、実際ね、周年の時はシャトラ取っとけっていうことも多かったし、あれなんだけど、あれはルシオが出る可能性があるからなんだけど、後々、周年後はね、まあ水着が入ってくるんで、だからそういう意味ではシャトラをもう使うから取っとけって意味合いはすごい強かったんだけど、正直ね、ルシオ、どうしようね。まあ、期間かったことにせん？期間かってくる。まあ、現状、ルシオの TA、追撃っていうところがあって、ハーゼももちろん強いんだけど、あれですね。ルミナスの場合だと、ルシオがティア0の可能性があるんですよ。実際ね、ハーゼがいない状態でも200ヘルっていうのはそこそこ通るムーブがあったりとかしてて。ああ、そうか。そもそもハーゼが来る前からムーブ構築はしてたか。で、結構ね、6億ぐらい出せる編成とかいっぱいありました。まあ、時間とかかければね。この全てにおいて、ハーゼがいなくても、ルシオがいないとできないんですよ。
今回のガチ勢対談は実質フレズルシオ対談になるかもしれない。まあ、ルシオ持ってない人は、可能ならルシオ取れってことですね、これは。なんで、ぜひともルシオを取って、俺と一緒に古戦場を走りましょう。まあ、あれだな。一応グラフェスもう一個控えてるから、それ終わって、もうなんか変なキャラ出なければ、もうルシオほぼ確定ってことね、じゃあ。そうだね。やっぱり、ルシオ、サービの9割追撃と TA 確定と弱体耐性と非属性 70% カットを持ってて、さらに1個追撃を持ってるキャラが来たら変わるから。いや、それはもうルシオしかいないわ。そうなんよ。だからまずどうしようもないんだよ。まあ、あくまでね、選択式のアビなんで、そういう意味では、フルオートとかでは、さすがにルシオを採用ということにはならないんで、あくまで手動の、まあ、その、速いムーブをするんだったらっていう意味で、ルシオが入ってきます。強場派だったらルシオは入らないんでね、一応。そこら辺は大丈夫と。はい。じゃあ、まあ、キャラはこんなところかな。はい。じゃあ、ジョブキャラという風に聞いてきたので、まあ、最後にね、武器について、ちょっと話を聞いていければと思います。まあ武器、まあ実際ちょっとね、レバーズウェポンいろいろなんか覚醒来たりとかしたんだけど、まあ一旦置いときましょう。なんか強いと思うよっていうところだけ。正直触れてないんだよ、俺も。あー、なるほどね。うん。ただまあ攻撃タイプ6本ぐらいまで入るよっていう噂がすごいあるよと。肉稼ぎで使うみたいな感じじゃないかなって自分は思ってます。まあ実際武器っていう話なんですが、ここでやってきました。和物。ああ、和物。そうだね。前回の対談では和物使わなかったもんね。そうなんですよ。なんですけど、今回、和物やってきました。さっきソルジャーの話でいろいろしてたんだけど、まあ、威力が高すぎるんですよ、ソルジャー。上限上げれば上げるほど強いんですよ。和物、弱かったのに、特殊上限上げるの和物しかないから和物最強なんだよ。都合が変わったと。で、やっぱり主人公の HP が高いっていうのが実際利点の一つでもあって、極視が来てるおかげで主人公の HP がすごい上がってて、で、主人公の火力を、HP7 万を確保しやすいっていうのも実際あったりするかな。特殊上限のところ、ワルドバイタリティがまさかの大活躍ってことなんで、必須級になる、正直。フレーズを使う編成では和物は必須級。まあ、古戦場って言った方がいいかな。むしろ強すぎて和物いらない場面もいっぱいあるんですよ。強場派とか和物なくても、バブ玉を発動するかしないかゲーミングなんで、あれは。運ゲーに運ゲーを重ねて、火力を出していくっていうのが強場派の動きなんですけど、古戦場ではやっぱり 1%、2% の違いがでかいという意味では、やっぱり和物がないと火力の調整だったり、きっちり倒しきることができないっていうことが、まあそこそこ発生してくると。なんで和物3本ぜひとも欲しいかなって思います。そして、ミルグレス。実質ここは青玉でもいいかな。ミルグレスは単純に覚醒攻撃タイプの、ものを1本欲しいかな。どっちか。1本ね。なんで、まあ、ミルグレスのこのダメージ上限 5% っていうのが強いんで、ミルグレスか青玉。正直、どっちが強いか論争っていうのもあったんですが、もうハーゼが来たんで、だいぶ誤差です。確かあれだよね。ステータスがミルグレスの方がちょっと高いんだよね。そうだね。奥義を打たないんだったらミルグレスの方が強い。で、ミルグレスと青玉を入れた場合、HP が若干、ブルースフィアの方が高くて、特殊上限が、何%だかな ?0.2% ぐらい上がります。一応青玉も作ってて差分を確かめましたが、あんまり変わらないです。だから、まあミルグレスか青玉。今持ってるものをやるっていう意味の方がええんじゃないかな。まあ正直、課金武器っていうのはもう正直これぐらいでいいんじゃないかな。なるほど。あとはまあやっぱりドラポンかな。ああ、これぶち込まれたからね、急に。やっぱり、これはね、武器が強いとか、そういう問題ではなくて、単純に、バイタリティとこの水属性キャラの HP を1番上昇っていうのが相性がいいんですよ。だから、バイタリティと、ただ単に相性がいいっていう理由でドラポンが入ってきます。なんか今まで届かなかったラインが全部届くようになっちゃったから、この時本当に強いわ。そう。やっぱり、真意も持ってるんで、でね、これ、法人の、方にも変えれるんで、そういう意味では火力の補填もできると。特殊上限が 20% 届けば何でもいいと。っていう風な感じで、火力の調整をしていくとっていうのがドラポン。で、次は、まあ、正直、いっぱいある。ただ、代替えっていうのが多いんで、ピンブル1本はあってもいいかなって思う。正直、これ、今さっき言ったドラポンを採用すると、ガリレオサイトの方が実際強いです。HP が足りるんで。なんだけど、フィンブル入れときゃなんとでもなる。まあ便利な武器ってことか。無課金だし。無課金武器だからっていう意味ではフィンブル。まあ、ガリレオサイト1本あった方が実際はいいんだけど、まあ、ドラポン作れないよとか、ドラポンまだっていう人は、フィンブル入れて、HP を補助してあげるというね。もう和物主体として武器がチョイスされていくっていう風なことになってるもんね。そうだね。だから和物で特殊上限を 20% 持って、主人公の火力をどうやって出すかっていうのに全てが、集約されてると。だから、正直な話、あとはもう、ムーン弓。まあ、ムーン弓はもうほぼ必須。まあ、ハーデが必須なんで、もう、ムーン弓も結果必須と。あとはそもそもね、このダメージ上限アップ 5%。これと、ミルグレスと青玉。これ2つを掛け合わせてダメージ上限 10% にして、フレズベルクを使ってダメージ上限 10% の 20% にすると。で、特殊上限 20%、ダメージ上限 20%。もうこの状態で、もうダメージ上限はもうほぼないと。
って言った時に何の武器を入れるかみたいな話になってくると、今度は。まあ、使うかっていうと火力が落ちすぎるけど、こんな感じでね、通常ダメージ上限とかな、通常攻撃ダメージ上限みたいな。出た。これなんだっけ、武器の名前なんだっけ、これ。ラグランジェリビルド。実際、まあ、150とか200とかの防御値が高い敵になってくると、火力の下がり方っていうのがちょっと異常すぎて、きついんだけど、弾爆中で使えたり、そもそも95みたいな、使うってなった場合に、防御値が低いから、意外とこの武器入れても全然主人公強すぎて火力通っちゃう場合が多くて、このダメージ上限 5% っていうのが、青玉だったり、ミルグレスと同じ枠だ。ダメージが出るんだったら、そもそもミルグレスとかそこら辺よりも強いんだよね、実は。かつ、通常ダメージ上限もプラス 4% 漏れて、で、かつね、アビダメ上限プラス 5% で、ハーゼのフォローもできちゃう。火力が出れば。いやー、まあだからあれだよね。もうこんな武器出た時にどこに使うんじゃいと思ったけど、第一スキルガン無視で上限集約武器みたいな感じで使うってことだよね。やっぱりこのアビリティダメージ上限 10% とかもあって、まあ意外と強いけど使いにくい武器ではある。正直な話。なんだけど、95とかの防御値が低い敵だったり、150とかの、弾バフ状態。何かしらの。まあ劣勢バフとかもつかなければダメージ出ない可能性はあるんだけど、そういう風な感じで使ったり、あとは、もう単純にね、無限とか、たくさんこういうの入れてもね、ダメージが出るっていう状態だったら、ダメージいっぱい盛るとかいう動きもできたりする。まあ、思いのほか強いよ。なんだけど、まあ、そんなに作るかどうかはわかんないから、まあって感じのレベルの武器ではある。正直な話。だから、この武器が出たことによって、ちょっと吹っ飛んだ。やっぱり、ダメージ上限が最大でも 1.5% っていうことなんで、火力の期待値はもちろんこっちの武器の方が高くて、この武器もね、選択肢としては入るかもね、ぐらいのレベル。はい。で、最後、クラリオンです。これはね、なかなか持ってない人もいるんじゃないかな。始めたての人は。プレグラ武器だね。いやね、なんか知らんけどね、この武器強いんだよ。現状自分が試したとき、ハーツの4アビ、アビダメ。実はね、このコバルトアーツっていうのがアビダメ上限が、20% ぐらいあるんだっけかな。そうだね。スキルベ20だから 20% だね。この武器を入れると、火力もあんまり下がらないし、むしろアビダメ伸びるからトータル変わらないとかいう現象が発生しちゃって。だから和物4本目を入れるのと、和物3本とクラリオン入れるのは、正直あんまり変わらなくて。まあ、だったらクラリオンでいいんじゃねえか説は、すごい高い。まあ、これあれだよね。要するに、ハーゼが出てきたから、アビダメの重要性が上がったから評価が上がった武器ってことだよね。要するに。そうだね。攻撃タイプでいいのかなこれは。そうだね。攻撃タイプがド安定かな、今のところは。特殊タイプも強かったんだけど、まあ、攻撃タイプで俺はいいと思います。OK です。ありがとうございます。はい。じゃあね、実際なんかそのフレズベルグに対しての予備知識みたいなところは大体解説していただいたんで、まあこっからね、いよいよお待ちかねの古戦場で実際に使うであろう想定ムーブっていう風なところを見せてもらおうと思います。じゃあ今回は4つですね。肉集め95ヘル、150ヘル、200ヘルっていう風なところ、まあ全部手動で、ムーブを見せてもらおうと思うんですが、じゃあまず肉集めから見せてもらえますか。はい。肉集めの編成はもうめっちゃわかりやすい。驚愕のゼタのみっていうね。そうだね。フルファイヤーのみで回ります。武器もね、週末巨鎖にして、マグナ週末して、武器はぶっちゃけ何でもいいです。消化石もこんな感じになってます。このリヴァイアさんはどういう目的なのこれは。まあ、読み込みを減らすっていう意味の方が強いかな。読み込みフレーム節約のためね。そうだね。リヴァイアさんである必要はないです。好きなもの何でも入れてくれと。まあ、ゼタ入れて肩バブして、バレットはアナゲンネイスを入れてます。まあ、バブダバでもいいです。何でもいいです。肩バブしてフルファイヤー打てばなんとかなります。はい。で、フルオート。フルファイヤー。フルファイヤーのみね。はい、ドーン。うお、めっちゃ出るね。最後の無属性発動しなかったけど。そうだね。まあ、もうちょい弱くしてもいいかな。はい、終わりです。何も考える必要ないね。そうなんだよね。これ武器についてなんだけど、クラリオンいっぱい入ってるの。これクラリオン持ってない人は何入れたらいい？何でもいいんじゃないかな。何でもいい。X10 とか？ここは、まあ自分がまだ作れてないっていうのもあるんだけど、まあ1本だけ作れてるんだけど、スキレベ20の、シュレディンが。これとか入れるとね、全然これより火力高いんで。おー、めっちゃ高い。いや、やっぱ覚醒20シュレディンが強いな。で、だからね、覚醒20シュレディンガーをこうやってバーって敷き詰めればそれでもいいし、さっき見て分かった通り、火力は余剰です。なんで、まあ武器まだまだ弱くしてもらってもいいし、X10 敷き詰めてもいいと思う。そもそもガブリエルとか何も入ってないんで、っていう風な感じだし、これ、ゼタ使ってますけど、まあ実はね、こんな感じで、ゼタ、ルリア、エリカ、みたいな感じで、主人公の火力をさらに底上げすることができます。エリカはね、主人公が、単形化なしで通常攻撃を実行した場合にっていうことなんで、フルファイヤーすればね、これで、90万ぐらいのダメージ、部族性ダメージ、ポンポンって打ってあげる、くれるんで、ルリアはバトル開始に自分のバトルメンバーにいる場合、主人公のコボアップ。
これがすげえアップすると。びっくりするぐらい火力が上がって、いるいないとでは全然ダメージが違うと。こういう風な感じで、ダメージが足らない、武器が足らない、もう弾も足らない、すべてが足らないんだったらこのキャラを入れればなんとかなります。まあ武器とかは、まあこんな感じでね、バハ銃だったり、ミレスを入れましょうっていう風な感じなんですけど、実はね、この編成ね、両面影矢です。なんでまあ自分が試してないからわかんないんだけど、まあここシュレディンガー敷き詰めたら両面影矢で、さっきのゼタだけのみとかでいけるんかな、どうなんだろうなっていうのは、後で試してみようかなって思って、まあどこまでできるかわかんないんだけど、自分の配信見に来てくれれば、まあその時には大丈夫なんじゃないかなと。まああれが、もうシュレディンガーを今集めてる最中だからね。そうだね。錬金で全部消えてったんで。進捗気になる人は、まあ友達チャンネルの配信ぜひ見に来てくださいって感じだね。なんでそういうことでよろしくお願いしますって感じかな。はい。じゃあ2つ目、教えてもらったんで、次95ヘルについてちょっと聞いていきましょう。はーい。まあ、95ヘル。まあ、ウィルナスシングル相手に対して、今から殴っていくんですが、キャラはこんな感じで、ゼタ、ルシオ、シャトラ。で、主人公がいつも通りのソルジャー。まあ、後ろはぶっちゃけ、ハーゼとか入れてるけど、まあ、なんでもいいかな。武器編成とかはこんな感じになってます。おー、出たー。なんかごつくなってきたね、いきなり。そうだね。これ、片面バルナをするんですが、中上限っていうところをきっちり 20% 持ってあげるというのが大事で、まあ実際このラグランジェリビルド入れてるんですが、ぶっちゃけ、なくても何も変わりません。火力は上がるけど、ポチが減るわけではないんで、あれだったらね、ミルクレス持ってない人とか入れたらいいんじゃないかなって。正直、95ぐらいだったらダメージは出るんで。で、召喚石はこんな感じで、こういう時は、まあバブーしか召喚しないんで、カリプリスとかは、入れないで、こんな感じで裏にジャスティスを入れて、HP を持ってさらに火力を持っているというような感じになってます。で、弾が弾が今回も、バブ召喚をする関係上、バブ弾が意味をなさないんで、アナゲンネスを入れますと。はい。じゃあ、実際に見せてもらいますか。まあ、フレーズを使わないムーブについても対談でやったけど、なかなか早かったからね。そうだね。4ポチ1召喚。ここで1回リロードってことか、じゃあ要するに。そうだね。ここでリロードします。ウィルナスのソロは 20% までいったら終わりなんで、もういきそうだね。ちょっと残ったかな。まあ、ベリアル反撃で終わるって感じかな。ちょうどいい。いやでもやっぱ主人公のダメージのバリューがすごいね。やっぱりこの編成、主人公がほぼほぼ全ての火力持ってっちゃってるんで、まあ実際のところルシオの1余ってるしね。確かにね。まあ召喚ももちろん1召喚しかしないし、こんな感じで4ポチ召喚っていうのが基本的になるんじゃないかな。まあでもこう考えてもシャトラも必要だし、ルシオも必要だね。そうなんよね。だから、まあ実際ルシオがいれば、シャトラの1ポチのところは、何かしらで代用はできると思うんだよ。正直な話。あれか、もう一個追撃乗せるとか。そうそうそう。だから、いろんな動きはできると思う。ただ、ルシオンに関しては、やっぱり、今のルシオのサービを打って、主人公を TA 確定にするって関係上、主人公が TA 確定するんだったら誰になるって言われたら、そもそもデュアルインパルスを入れたり、そもそもソルジャーじゃなくなったりとかするんで、ちょっとめんどくさいことになる。あれ、ソルジャーの1アビで TA 確定をして頑張るみたいなのができねえかな。やっぱりね、これを押すと、リロードが発生しちゃうんだよね。めんどくさいね。まあ、このね、アビリティで通常攻撃のダメージがアップがあるんで、そういう意味ではっていうところはあるんですけど、まあ、ルシオの9割追撃がついてる状態なんで、そもそも。ちょっと代用難しいね、やっぱ聞いてると。そう。だからやっぱりルシオはかなり強いんじゃないかなっていう印象になってますね。はい。じゃあ次に150ヘルムーブについてちょっと教えてもらおうと思います。150ヘルムーブが、まあ、シャトラ、ルシオと、また。いやーねー、結局いるんだったら使うんだよ。あれだね。まあ今回は、こういう、まあ、キャラ全部揃ってる前提のムーブを紹介するっていう風な話だったからね。まあ、そこはしょうがないとして、ナルメアが入ってるのは、これあれかな、ハーズが出てくるようなのかな、おそらく。そうだね。この動きは2ターンですと。なんで、ナルメア、まあ、風ナルメアなんで、相手非属性なんで、ナルメアでかばって、バイバイしてもらうと。まあ、実際ね、ナルメアじゃなくても、敵の攻撃を絶対受け止めれるっていう意味で、ナルメアを採用してます。パラレバの話だから。で、武器に関してはこんな感じになってますと。ラグランジュがミルグレスになったのかな。違う、ハーゼユミになった。ハーゼユミになってますと。まあ実際のところ、さっきの95もこれでいいんだけど、まあなんか面白そうだから入れてるってだけで、あれは。
労力どうなるの？でも弾幕でもこっちそれ入るかもしれないって考えるとちょっとあれだね。どうなるのか。っていう風な感じで、まあこれも同じく、片面バルダになってて、こんな感じで、武器は、先ほどと同じように、まあハーゼが裏から出てくる関係上、ハーゼ弓を必須だと。で、召喚石は、まあ言うてね、似たような感じですね。バブがあるってことはまた卵もベリアル弾ってことかな、じゃということです。あ。いやもう150までじゃずっとベリアル弾なんだね、じゃあ。というかね、ターン数が短すぎて、ベリ玉しか使わないんだよね。まあでもそうか。バブ玉あれか、そもそもなんか、発動のタイミングとか機会を多くしないと。そう。だから、きっちり火力が出る方が重要っていうジョッキの方が多いですね。まあ150ヘルも最近コンパクトだからね。よし、じゃあ実際に動き見せてもらいましょうか。はーい。じゃあ、今回に関しては、ナルグレートボール、防御値25の相手に、やってきますと。で、ナルメアでかばっていきますと。一旦目は召喚なしと。召喚なしですね。まあ、防御値25の相手なんで。そうね、ナルグレートオールは防御値は25で古戦場の敵と一緒だから、もうこれが通れば確実に通るね。ちょっとね、赤リンゴついちゃったからか、最終ダメージ上がっちゃうんだけど。まあ、仕方なしと。おー、すげえ出るな。まあ、ちょっとダメージが下がっちゃうんだけど、次で。ベリタム発動しちゃうんで。今でも言うて全然なんかわかんないね。ちょっと気になっちゃういやー、強いね、やっぱニコイ行動は。そうなんだよね。いい感じだね。ちょっとね。9% で討伐想定だったっけ9% ぐらいで討伐想定で、まあ、ハーゼがちょっとね、すべてを貫通して TA するっていうわけわかんないこと起こっちゃったんだけど、まあ、ハーゼ、シングルアタックでも、9% 超えてるんで、問題ないんじゃないでしょうか。ちなみに仮にさ、ルシオは代用効かないでしょ。これ、シャドラとかで代用効くもんなの？こういうムーブやるときって。別に、シャトラ以外でも通ると思ってて、なんだけど、遅くなっちゃうんだよね。例えば、エリカを採用したりすると、エリカのニヤビと主人公。で、かつ、1ターン目デバフがないんだよね。この編成。だから、エリカの3アビをして、エリカの2アビ。で、主人公をかつエリカの1アビで押せば、3つポチが増えるけど、まあ、それはそれで全然通ると思ってますね。じゃあ、あれか。ここが他のキャラ持ってるわみたいな話になるわけね。そうだね。だから、結局、やっぱりフロントっていうのは、3体までしか出せないと。主人公以外は。そうなった場合、ルシオも強い。シャトラも強い。ハーゼも強い。エリカも強い。もう誰入れたらいいねみたいな感じになっちゃって。確かにね。っていう風な状況がどうしても発生しちゃって、だから、まあ、シャトラが必須かと言われると、状況によっては全然使わなくてもよくなる。で、かつね、召喚1回しかしてないんで、ここにね、プラスワムレス召喚すればそれはそれでいくし。召喚1回しかしてないんだ。クソ早いね。これ何秒ぐらいなのこれ。これ、だいたい31ぐらいじゃないかな。やばい、LCK がいいな。まあ、さらにね、言うてしまえば、さっきのね、まあ、ナルメア、ニヤビをしてかばってましたけど、これがまた敵の全体攻撃だったらまた1ポチ減るよね。なるほど。かばわなくても落とせる場っていう話か。そう。今回のね、水ね、めっちゃめんどくさくて、敵の攻撃が全体か単体かによっていろいろ変わってくると。これがね、もう水のめんどくさいところ。ハーゼが強すぎるからのせいなんだけど。まあ、裏出し前提でムーブが組まれるっていう風な話か。難しいところだね。これは難しい。っていうのが、この150ヘルの編成です。はい。では、まあ、最後ね、いよいよ200ヘル見ていきましょう。また、ここがね、一番知りたい人多いかもしれん。メンツがなんか独特だね。まあ、ちょっと特殊な動きになるね。なんかもうメインバブですらもなくなってるし。じゃあ、ちょっと編成見せてもらえますか。武器はね、こんな感じになってます。で今回は上週末渾身で、あとはまあ変わらずかな。で、石がどうなってんだっけ？石がこんな感じになってます。まあ、ルナがいるからデスがいて、で、バハでってことか、要するに。なるほどね。で、さっき設定で見えたけど、フレンドが黒キリンだから、属性ってことですね。そうだね。属性でやってて、まあ意外と属性でもね、ワンモーの4本なくてもなんとかなるよ。なるほど。これ特殊上限何%？ 17.43 でね。まあちょっと足りないぐらいかな。まあでも17ぐらいまでいけてると。そう。ちなみにこれワンモーの4本目にするとどうなの？これはね、ワンモーの4本目にすると、まあこんな感じでね、上がるんですよ。
おー、はいはいはい。で、特殊上限が主上限がこれできつい 20%。まあ、上限のちょっと方向性が違うからあれだけど。そうだね。まあ、こっちでいきますと。で、メインがバグじゃないから弾が弾が、今回はケイオスレギオンでいきます。出たー。なるほどね。使い分けってことか、要するに。OK。じゃあ実際の動き見せてもらえますか。はーい。うん。で、今回は仮想敵がちょっといないから、もうトライアルで試さざるを得ないってことで、まあ、目人でやってもらいますと。まあ、一応ね、ナルグレートウォールとかで、防撃25で、主人公のダメージは、まあ、ほぼほぼ出ることは確認してるんで、うん。まあ、なんとかなるとは思っている。うんうん。で、ルナでルシオを落とします。うんうん。バフつけたらルシオ落とすと。まあ、デバフね、目人相手にはちょっとやりすぎなんだけど、まあ、本来だったらこういう風に動くよってことで。うん。で、ですで、このままルナを落とします。メインバハの理由としては、このデスを1ターン目から召喚するためですね。うん。で、1ターン目はこのまま通常殴りをします。うん。でね、これバブ玉発動すれば上振り要素になります。ああ、デバフが入ってるから、あとか。あともうバブ玉発動させるパチンコみたいな感じか、じゃあ。そうだね。まあ、シャトラもね、こんなにダメージを出るわけはないんだけど、本当は。で、2ターン目に経ったら、こうやってマムリスを召喚しますと。これあれだね、もうなんかバブ玉が発動うん。するしないがあるとしたら、それでなんかあれなの、討伐ターン数が変わったりするわけこれ。そうだね。あ、今先行効果発動しちゃったんだけど、この2ターン目に先行効果が発動しないと3ターン目にずれ込みます。2ターン目のどの辺とかあんのかななんとも言えないところなんだけど、まあ早めにって言った感じかな。多分、おそらく黒キリンまでに発動しなかったら、多分、一旦ずれ込むんじゃないかな。あ、てかなんかそもそも2ターン締めムーブなんだね、これは。うん、そう。なるほどね。まあ黒キリン使って。先行発動しなかった場合は 50% 超えた時点できっちりこの3ビでデバフを入れ直していった方がいいです。確かに。微妙になんか変動性があるみたいな感じなのか。そうだね。まあでも2割だからな。結構な確率で入りそうではあるけど、まあなんか、古戦場みたいに何回も何回もやるっていう風になると、まあそこはちょっとデバフとかちゃんと見ておかないといけないって感じだね。そうだね。おー、すごいな。はい。で、はい、足りない場合は、ここでデュアルインパルスを打ってあげてください。あ、で、3ターン目それで動くってことか。で、攻撃で、プラス、ハーゼの3アビも消えちゃってるんで、ハーゼの3アビ、デュアルインパルス、まあ、で、攻撃で OK かな。うん。なるほどね。っていう風な感じで、まあ、今回、先行が発動したんで、まあ、こんな感じで6億超え。2ターンですかかかしに対してこれだけど、あれなのかな防御値25のナルグレートウォールでも同じぐらいのダメージが出るってことかね、要するに。主人公に関してはダメージが出るんだけど、当然、やっぱり、シャトラとか、火力が下がっちゃってて、ここに関してはどうなるかなっていうところなんで、下手したらね、3ターン目は確定でいるっていう状況も発生しないこともないかなっていうところは正直あります。まあ、なるほどね。でもいい感じにムーブが成立すれば2ターン締めで、これ2ターン締めだとどのぐらいなの秒数的には。1分ちょいぐらいじゃないかな。1分5秒とか。1分クソ早いね。3ターンで討伐できれば、だいたい1分、まあ10秒ぐらいで見といたらいいんじゃないかな。じゃあ2ターンだともっと縮む可能性があるってことね。2ターンだったら多分、60秒切るんじゃないかな。じゃあ前回の風ですらもさ、1分半とかでなんか、すげえ早いみたいな感じじゃなかったっけ？いやー、まあ、フレードだからね。1点言わせてもらうと、この動き、結構無理やりやってて、正直俺がやりたい動きではないです。なぜかというと、敵の攻撃が単体、全部単体で、狙ったキャラが落とせない。全体じゃないから落とせないっていうことを前提に組んでるムーブです。本当は G シバフはしたくないです。あれか。裏出しを絶対に成立させるためのルナっていうのが、本来の望んでる形ではないみたいな。そのデスを採用するのがとてつもなく嫌で。ですか。なるほどね。はいはい。デスを採用することによって、まあ、この枠が本当はね、別の召喚石だったらすごい強い。なのにデスを召喚しなければいけない。っていうのがすごいデメリットで、かつ G シバ派で運ゲーもさせられてると。これがね、とてつもなくだるくて。なんで、単体
じゃなくて全体だった場合は、こんな感じで、G シバブの、ベリアルになります。ふん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 。で、まあ武器はもちろん相変わらず一緒。まあここがちょっとなんか変わってるけど、これは多分週末、どっちかな。強さでも渾身か、ちょっとこれは何とも言えないんだけど、ここ、ルナ、デスを召喚しなくても敵の攻撃で落としてくれるという前提で考えてます。全体攻撃だったら、全体トリガーだったら落ちてくれると。で、なった場合、デスを抜けるんで、ベリアルの、66% の追撃でガチャが引きますと。こっちもパチンコだと。なんだけど、今度はこっちは、KO3 4じゃなくて、今度は穴源ネイスにできます。そしたら今度はきっちり火力も出せるようになって、みたいな感じの流れが成立するね。これって動き見せられたりするんだっけか、今。これは、ナルグレートボールでもとうでも、ルナが落ちてくれません。想定だと。なんだけど、ケルブで一応軽くはできます。敵の攻撃とかが全体攻撃でルナが勝手に落ちる想定のムーブが、まあ今回見せてもらうムーブと。そうだね、ケルブ。めんどくさい、バフ持ってるんで、ちょっと変な感じになるんですが、まあちょっとやってみましょうと。で、動きをやっていくんですが、ケルブ。残念ながら、51% から HP が減りません。とてもめんどくさいです。まあなかなかムーブだけか、とりあえず。そうだね、ムーブだけっていうことにはなるんですが、まあ、一回やってみましょうと。今回、デスを召喚する代わりに、ベリアルを召喚してると。うん。今回追撃は引いたのかな？今回は引いてますか。うん、引いてるね。OK。では、行きましょう。ちょっとね、ケルブの方が柔らかいと思うんで、ダメージが出ちゃいます。うん。まあそもそもメインバブだしね、今回。はいはい、ルナが落ちましたと。で、このターンで、今度はね、バブ召喚をしてきると。まあだから、ダメージがブレないのはまあ、こっちってことだね。そうだね。あとは、メインバブをすることによってね、火力がすごい上がってるんで。うん、確かに。まあじゃあ今回もあれだね。200ヘルの想定ムーブ作るときに仮想的いない問題が発生するってことだね、今回も。まあ、その、落とす落とさないっていう問題が発生するとって話なんだよね、ここに関しては。いやー、そうだよね。そこに関してはもう目次で試しようがないから、何ターン目にキャラ落とせるみたいなモードを作ってくんねえかな。まあ、それはそう。まあ、で、こうやって 51% が一生減らないんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとずつ減ってった HP を見るとっていう感じはあると思います。ケルブの HP がどのぐらいなんだっけ6億です。なんで、じゃあ、あれか。本当はね。折り返し点で5億稼げてれば、みたいな。そう。うん。で、これで攻撃する。まあ、ここで2回行動しながら。まあ、さっきとは全然ダメージがね、違うと。で、今回バブなんで、エリカのサービも追加で更新する必要もなく。っていう風な感じでね、倒しきれなかったらまた同じく、これで押せるんだけど、さっきと違うのは、ハーゼのサービを使ってましたよね。これ2ターン目なんで、今回はデュアルインパルスを打っただけで、攻撃をするだけで、届きます。まあ、不安だったら、またね、ここでサービやったら、ディスペルしながら打てるよ。で、また攻撃してっていう流れが成立する。で、まあ、ダメージ正直リザルトで見れないんであれなんですが、その目次でも見れないしね、キャラを落としてっていうのは。よく、25% とか、ディスペルをされるんですが、シャトラのサービできっちりかばってあげてると。いう風な動きもできますと。なるほどね。まあ実際これがきっちり通るかどうかっていうのはまだもちろん敵と戦ってるわけじゃないんでわからないんですが、まあ200ヘルもんね。なんだけど、さっきと比べると、まあ運ゲー要素をなくせるんじゃないかなって思うのがこっちの編成かな。まあでもなんかあれか、もう想定で可能性が出てるムーブでもうすでに1分迫ってるっていうのがやばすぎるけどね、正直。ボーダーどうなっちまうんだろうな。まあ正直自分が早い編成を作ってるかと言われたら、俺は早い編成を作ってると思ってなくて、まだまだいくらでも早い編成はあるんじゃないかなって思ってるから、まあ、
まあ、この編成を使う上で、やっぱ主人公を何回も動かす上でっていうのは、やっぱり水着ベリアルの召喚っていうのがすごいキーポイントになってくる可能性が高くて、やっぱり追撃を引くか引かないか、光子戦場であったんだけど、主人公、レリックバスターでフロレンスして、で、ね、最初はなんか水着ベリアルの追撃を引くか引かないかみたいな戦いがあったと。力が落ちるか落ちないかみたいな。あれと同じようなことがね、今回の水でも同じことが起こるんじゃねえかなっていうのは正直思ってるね。いやー、なるほどね。まあだからあれか、3ターン安定。でも、上振れるは2ターンみたいな。そうそうそう。なんならね、水ベリ召喚して撤退する可能性もあるしね。釣り行けなかった、ポイーみたいな。まあ正直水着ベリアの 66% で成功して、で、撤退するのもすぐだから言うて。だから肉をね、金繰り捨てながら、水着ベリアのガチャを引いていくっていうのは全然あるかもしれない。実際光子戦場それがすごい早かったってのはあるから。っていう感じじゃないでしょうか。はい。ということで、フレズベルグについてね、もうお腹いっぱい、もうだいぶ話を聞いてきたというところで、本日も友達さん来ていただいてありがとうございました。いえいえ、こちらこそお呼びいただきありがとうございました。ということでね、これで長きにわたってなんかいろいろ話してきた水子戦場に対しての対談というところも、一旦これで一区切りですね。じゃあそれでは水属性についていろいろお話していただいて、本当にありがとうございます。友達さんに挨拶とか、宣伝とかあれば、ぜひよろしくお願いします。はい。まあ、何回この宣伝してるかわかんないんだけど。いや、マジで、それね。本当にそれ。なんか、いつものといえばいつものなんだけど、私、友達チャンネルは、月水金の21時から生配信を、いつもさせていただいてますと。なんでね、今回、水子戦場っていうことなんで、実際、今回の水子戦場、自分結構フルランする可能性が高くて、水子戦場に関しては、23時から、本戦4日間配信しようかなって思ってて、最後の1時間ってことか。そうだね。もう自分がね、ちょっと配信が重すぎて、古戦場を走るときちょっと支障が出るという、相談を乗るというか自分が走るっていうのがメインになっちゃうから、あれなんだけど、ぜひともね、私の編成をね、盗んで気に来てくれればいいかなって思うんで、ぜひとも水子戦場本戦23時から配信する予定なんで、ぜひとも来ていただければと思います。なるほど。わかりました。玉木団長は最近メンバーシップもやり始めたっていうことだったから、なんか最新の編成とか、もう本当にリアルタイムの状況が知りたかったら、あれかな、そのディスコードとかやってるふうに。そうだね。メンバーシップで、一応、さっきも言ったけど、シェルデディンガーの、リビルドをまだ作れてなくて、その検討がし終わってないっていう状況なんだよね、実は。実際メンバーシップの方に実際使う古戦場の編成をある程度載せようかとは思ってるんで、相談等々も受け付けていますんで、ぜひともよろしくお願いしますと。あれだね、古戦場もでも期日がもう1週間ぐらいしかないっていうふうなことで、トマリ団長はね、週に3回ライブやってるけど、それだけでも全てを説明できないかもしれないから、もう本当に全ての情報が欲しいみたいな人に関しては、ぜひね、概要欄にトマリさんのチャンネルのリンクを貼っているんで、ぜひそちらからね、ライブに遊びに行っていただいたり、あとメンバーシップの方も検討していただけるといいんではないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、最後に自分からも、告知になるんですが、前回とか前々回とかもやってた、ライブ形式の対談ライブ、今回もやろうと思います。一応予定としては、11月17日夜23時からを予定してますね。でね、前回、セイウさんと一緒に対談した時に、もうなんか事件が起きて、対談を予定してた日に、かがや探検が実装されてぶち込まれるっていう風なね、えげつないことが起きたから、一応、グランデフェスの更新にライブの日付を合わせようと思います。そう。もうだから何がぶち込まれてもちゃんとその話できるようにしようかなっていう風な感じですね。いやー、来たら怖いね。いや、役場入ってきてもさ、フレズの編成はブレないんじゃない？どうかな？いや、ブレないと思う。キャラだな、すべては。もう、だからさ、もうやめてほしい、本当に。ここの恐怖。スケジュール全部ぶっ壊されるんだよ。想定編成とか全部変わるからさ。そうだね。特にフレーズ使ってない人がぶっ壊れるね。いや、そうだろうね。役場なんかもうやられた日には、なんか前回の対談では、役場なしだったから、あれだよね、結局和物じゃなくて、和物繋いでるやつ使った技巧編成みたいなやつだけど、役場なんてぶち込まれた日には、武器薬5本使って片面技巧してて2本で済むようになるから、もう和ム斧が入ってきたら終了だね。いやー、もうわけわからんな。どういう想定になるかそれも思いつかんもん。ということでね、そんな未来を望んでるわけではないんだけど、一応ね、何かあっても対応できるように、グランデフェスが更新されるタイミングで、トマジさんのチャンネルでライブをやろうと思うんで、ぜひね、なんか聞きたいことがある人は、ぜひそこのライブ配信を狙って遊びに来てくれると嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、だいぶボリュームの多い対談だったと思いますが、ぜひね、今回の動画が、ぜひ面白かったとか、役に立ったっていう人は、ぜひ私、クワトロのチャンネルも、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい。それでは、今回の動画はこんな感じで終わりにしていこうと思います。次の動画でお会いしましょう。